こんにちは。今回はクリスマスツリーとして IKEA から生木のもみの木を初めて購入してみたので、販売時期だったり、あと買い方、IKEA のこの生木のもみの木ってクリスマスのシーズンが終わったら返却をすることができるので、その返却方法、ツリー証明書を使って、どういう風に返却するのかっていうのをスイスから買ってきたオーナメントをつけながら紹介したいと思います。あと彼が買ってくれた今年のクリスマスプレゼントのマビック3と、あと私がいろいろ買ってきたアドベントカレンダーだったりクリスマスのお土産をツリーの下に並べる予定なので置いてあります。まずちょっとワイルドに開けてしまうんですけど、スイスのマナーっていう、日本でいうとどこなんだろう、すごくカジュアルな百貨店で今回は買ってきて、売り場が本当にもうクリスマス一色で綺麗で、もうすごくテンションぶち上がりでした。で、IKEA といえば毎年クリスマスツリー用に生のもみの木を販売して、すぐに販売してしまうっていうのでもう有名みたいなんですね。私今年初めて買おうと思っていろいろ調べて、すごいすぐ売り切れちゃうんだと思って早めに準備できたってよかったんですけど、こういうのでくくりつけるようになってます。で、販売時期と2021年の販売のタイミングとしては、具体的には毎年11月の3週目ぐらいに販売開始が多いみたいです。ちなみに、世田谷区だと近くの IKEA が湖北なんですが、2021年は販売が18日で、翌日の19日に買いに行って、その翌日の土曜日にはもう販売終了って書いてありました。で、19日に行った時にもうこのスタンド、黒いスタンドは毎年買ってる人はもう持っていて買う必要がないからか生産数も少ないみたいで、このスタンドも店頭ではもう売り切れでした。私はオンラインで買いました。で、結構大きめのもみの木がいいなって思ってたんですけど、実物はどれもこのぐらいの大きさで、思ったよりも小さいなって思ったんですけど、でも香りだったりこの生木感がやっぱりいいなって思いました。過去2年間ぐらいは直近はオランダに駐在してたりとかして、で、あと日本でもホテル暮らしになったりとかしていて、全然どこかで落ち着いてツリーを買ってお祝いなんてできなかったので、今年は彼と一緒に家で過ごせるっていうことで、せっかくだから買おうっていうことになって買うことにしました。もみの木の値段はかなりお手頃で2999円です。返却した後にクーポンがもらえるので、1500円分のお買い物クーポンとして使えるので、それを考えたらもうほぼタダみたいなものじゃないかなと思います。好みの木を選んだら屋外の梱包スペースがあるので、そこに新聞紙だったり紐が置いてあるので、それを取って持って帰るように梱包します。初めてツリーを購入する人は、今回の私みたいな場合はツリースタンドも一緒に購入をしたいところなんですけど、競争率激しいですね。で、購入をしたら店内のレジで普通の他の商品と一緒にお会計します。返却方法なんですけど、クリスマスが終わったら、生木ってやっぱり自分で処理するのすごい大変みたいなんですよね。だから、IKEA の方で、IKEA ファミリーメンバー、普通に別に会員じゃなくてもその場ですぐに会員になれるんじゃないかなと思うんですけど、クリスマスを終えたもみの木と、このレシートと一緒にくっついて出てくるツリー購入証明書、これを返却期限内、1月の5日か4日だったかな、1月の3日から返却開始で、2022年は開始で、1月の16日まで回収期間って書いてあるんですけど、期間内に、IKEA の店舗に持っていくと、ツリー購入証明書を1500円分のお買い物クーポンに変えることができるそうです。上の方に、なんて言ったらいいんだろう。こういう形になってたんですけど、下の方がちょっとすぼまって、普通のもみの木ってこういう風になってますけど、こういう風になってるイメージですけど、ちょっとすぼまってる感じだったんですが、
このオーナメントつけると重りでちょっとだけ下に下がってくるイメージです。やっぱ12月に入ってから飾り付けをしようと思ったので、でも上の方はもう結構時間が、こんな感じでしなります。だから上に重いものを乗せた方がいいってことですね。でこれが飾り付けが終わった電飾を、フライングタイガーかどこかから買ってきてつけようかなと思ってます。昨日から12月が始まったので、アセスから買ってきたアドベントカレンダーも開け始めていて、でこれはベルギーでベルギー経由で今回帰ってきたので、こんな感じで昨日はこの歌ってる女の子の1日のチョコレートを食べました。ベルギーのネオハウス、ちょっとまた読み方がわからないんですけど、これ以上、IKEA の生木もみの木の販売時期と、あと購入方法、返却までの流れについてのご紹介でした。